さあやってまいりました。巨大なティラノサウルス類ダスプレトサウルスが今回のテーマです。はい、解説は恐竜研究者コチ類進です。ガチモンの恐竜研究者やってます。さて今日の話はですね、ここ数年話題になっているダスプレトサウルスのアナジェネシス進化というものの議論についてです。これをこのチャンネルではどこよりも誰よりも詳しく解説するので、早速見ていきましょう。はい、ダスプレトサウルスとは白亜紀の後期に生息していた大型の肉食恐竜です。全長8メートルから9メートル、推定体重は最大で4トン近くにもなるとされる当時の頂点捕食者ですね。映画やゲームで有名なティラノサウルスの近縁種であり、ティラノサウルスの一つ前の時代の王者と言えるでしょう。これまで3種類がアメリカとカナダ2つの国の国境付近から見つかっています。そんなダスプレトサウルスですが、最近アナジェネシス仮説という進化理論の議論が非常に盛んに行われています。もともとは1992年にジャック・ホーナーという著名な恐竜研究者によって提唱された理論なのですが、2017年に詳しく検証されることで改めて注目され、2022年から2025年にかけてなんと6本以上もの論文が出版され、熱い議論が交わされております。これは実はですね、恐竜研究業界では異常事態とも言えるほどの活発さです。そんな議論の中心になっているアナジェネシスとは一体何なのか。アナジェネシスとは生物進化の法則を説明する理論の一つです。生物進化を大きく分類すると、アナジェネシスとクラドジェネシス、この2つに分けられます。そのうちアナジェネシスとは、とある一つの種が時間とともに徐々に色や形を変えて、いつしか別の種になっているという進化ですね。そしてクラドジェネシス、こちらは元の種から分岐して新たに2つの種が生まれるという現象です。つまりダスプレトサウルスのアナジェネシス仮説とは、ダスプレトサウルスは時代を経て徐々に姿が変わっていくような進化を遂げたのではないかという仮説なわけです。ではこの仮説がこの10年間でどのように検証され変化してきたのか、その研究の歴史を見ていきましょう。さっきも言ったように、ダスプレトサウルスにおけるアナジェネシス仮説が最初に提唱されたのは1992年です。しかし本格的な検証が始まったのは2017年になってからですね。この論文は新種のダスプレトサウルスの記載論文でもあります。もともとダスプレトサウルスはカナダのダスプレトサウルストローサスしか存在しなかったのですが、2017年この論文でアメリカ合衆国モンタナ州から見つかったほぼ完全な骨格をもとに、新種のダスプレトサウルスホーネライが命名されました。この論文はさらに恐竜のアナジェネシスを検証するためには、化石がほぼ同じ場所から見つかっているかどうか、見つかっている時代が連続的につながっているかどうか、そしてその時代に対応するように骨の形が連続的に進化しているかどうか、この3点が重要であると定め、実際にダスプレトサウルスホーネライはトローサスよりも新しい時代のみから見つかっていること、互いに最も近縁であることから、この2種はアナジェネシスの関係にあるだろうという仮説を提唱したんですね。さらに数年後、2022年に3種目のダスプレトサウルスが提唱されました。新種の名前はダスプレトサウルス・ウィルソナイ。アメリカのモンタナ州から見つかった全身の骨を含む骨格ですね。これの化石は約7564万年前の地層から見つかっており、これはホーネライとトローサス、その中間にあたります。骨の形を見ても中間的な特徴を持っており、特に分かりやすいのが目の前にある突起ですね。この突起がトローサスで最もよく発達しており、ウィルソナイで丸まり、ホーネライで小さくなるとしています。時代と骨の形、どちらも中間的であることから、この新種恐竜は
ダスプレトサウルスのアナジェネシス仮説を支持すると論文では結論付けています。そしてここからが本格的な論争の始まりです。2023年の末、アナジェネシス仮説に反対する論文が出版されました。この論文ではより網羅的に徹底的にダスプレトサウルスの標本を比較し、さらにそれぞれが見つかっている年代を再検討しています。加えて正式には命名されていない4種目にも言及していますね。この論文が再整理をした結果、ダスプレトサウルストローサスとウィルソーナイ、そして幻の4種目の年代は丸かぶりしているという結果が示されました。これでは時代に伴って連続的に形が進化しているというアナジェネシスの定義を満たせません。よってダスプレトサウルスの進化はアナジェネシスではなくクラドジェネシスであるとこの論文では主張したわけです。さらにこの半年後、アナジェネシスを支持するという論文が新しく出版されます。なおこの研究チーム、ダスプレトサウルス・ウィルソーナイを、記載研究したアナジェネシス仮説を支持したチームとほぼ同じメンバーです。この論文ではさらに比較するデータセットを拡大しています。具体的には良質な頭の化石3個体分がダスプレトサウルス・ウィルソーナイと同定されました。このうち1つの標本は2023年の論文で幻の4種目とされていたものです。つまり幻の4種目のうち1個体はウィルソーナイとなり、もう1個体は種同定不能に。同じく比較的若い年代のトローサスも種同定不能とこの論文では結論付けています。結果として得られたのはダスプレトサウルストローサス、ウィルソーナイ、そしてホーネライの3種が時代ごとにきれいに分かれたこの図ですね。そしてさらに半年後、また新しい論文が出ます。タイトルは Multiple Lines of Evidence Support Anagenesis in Daspletosaurus and Cryogenisis in Derived Tyrannosaurines。 つまりダスプレトサウルスのアナジェネシスを支持しますという論文ですね。これなんと面白いことに、つい数年前アナジェネシスを否定する論文を出した人の研究です。細かい仮説は省くんですけれども、この数年で出版されたデータをもとにいろいろと解析を行うと、ダスプレトサウルス属内のアナジェネシスが支持されたというものですね。改めて時系列順にまとめますと、2017年にアナジェネシス仮説が初めて提唱され、2022年に3種目が記載、2023年に否定派が出てくるも、2024年、2025年と改めてアナジェネシスを支持する論文が出版されました。一体なんでこんな白熱した議論になっているのか。これは色々とありますけれども、やはり化石が少なすぎるというのが問題の一つでしょう。現時点で種の同定まで専門家同士でほぼ完全に合意できているのはせいぜい5個体程度で、残りは研究によって解釈が分かれたり分類がブレたりしています。出版された論文の分類が半年後には別の研究者によって解釈が変更されているなんてパターンがあることも今お見せしました。やっぱり骨の形の個体変異なんかはどうしても主観が混じってしまうため、もっと標本数を増やして数字を使った解析をするのが望ましいです。というわけで2025年の4月、ダスプレトサウルスの新標本が発表されました。全身の 80% が保存された非常に状態のいい標本です。この図では赤い部分のみが失われています。見つかったのはアメリカ合衆国のモンタナ州。年代はおよそ7580万年前ですね。標本番号は CMC-VP15862。実はこれ2023年の論文でダスプレトサウルストローサスの一つであるとされていた個体です。これまできちんと記載されていなかったので、しっかりと論文として記述しようということですね。不完全で強く風化を受けてはいますが、頭の骨も多数保存されています。これは上顎骨や胸骨、輪状骨、方頸骨、方頸胸骨に除骨、
翼状骨、外翼状骨に頭蓋骨なんかが保存されていますね。これらの骨を比較する中、この論文ではダスプレトサウルスウィルソー内の有効性を議論しています。この論文が再検討した結果、ダスプレトサウルスウィルソー内とトローサスを分ける特徴のうち、この3つすべてが個体変異、つまり分類には使えない可能性を指摘しました。最初の2つは暫定的に有効としつつも、3つ目に関しては特に有効性を危ぶんでいますね。では、この標本は一体どの種に分類されるのか。年代的にはちょうどダスプレトサウルスウィルソー内が出てくるレンジに含まれます。同時にダスプレトサウルスホーネライとも共通する特徴を持っており、もしかしたら新種のダスプレトサウルスである可能性にも言及していますが、標本数が少ない現時点ではまだまだわからないことが多いという結論になります。まとめです。ダスプレトサウルスはこれまで3種類が提唱されており、時代に沿って連続的に進化したアナジェネシスモデルに関する議論が異様に盛んです。どのくらい異様かというと、半年に1本くらいのペースで論文が出ています。そんな中、新しいダスプレトサウルスの骨格が発表され、その論文において中間種とされていたダスプレトサウルスウィルソーニーの特徴はあくまで個体変異かもしれないと、そのように指摘されました。これら対立する仮説を解き明かすためには、さらに多くのさらに状態のいい化石を見つける必要があります。巨大恐竜ダスプレトサウルスに関する論争、いろいろと強火だなぁと思った人、高評価とチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。このチャンネルでは毎週日曜日の配信でいろいろな質問に答えたり、雑談を交えながら最新恐竜研究を紹介したりしているので、よかったらそっちにも遊びに来てください。お待ちしてます。